こんなねポジティブな主人公のドラマ、絶対ハッピーエンドに決まってるって思いませんか？はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はどんなに辛いことがあっても乗り越えていく人の口癖についてお話ししようと思います。何があっても折れない心の強さが身につきますよ。皆さんからのコメントには全て目を通しています。全部にご返信はできないんですが、常連さんも初めての方もどんどんコメントしてください。またこの機会にいいねやチャンネル登録で応援していただけるととっても嬉しいです。SNS でもいろいろ発信していますのでフォローをよろしくお願いいたします。はい、では今回は軽々と限界突破できる人の超パワフルな口癖9選というテーマでお話ししてみます。限界突破って氷川きよしさんのドラゴンボールの歌みたいですよね。どんな困難なことがあっても自分で限界を作らずどんどん突破できる人がいます。私が思う心の強さっていうのはもともと備わっているものではなくって、様々な経験を積んで後から身につけていくものだと思います。失敗して傷ついて苦しんだ経験をしたことで人の痛みを知って、苦しみの中から学びを得て、何度でも立ち上がりながら自分を磨いてきたからこその優しくしなやかな強さではないでしょうか。そして本当の強さっていうのはただのね乱暴とか身勝手なものじゃなくって、何があっても全ては自分の責任だって腹をくくれる人、周りの人たちにも常に感謝を忘れないで謙虚に自分磨きを怠らない人の真の強さだと思います。ダイヤモンドとか日本刀があれほど強くて美しいのは打たれ削られ磨かれるからだと思います。元はねただの鉄の塊や石ころなんですけど、磨けば磨くほど強く美しく輝けるということですよね。いろんな経験を経て強くなっていく人は自分で自分に限界を作りません。目の前に来たトラブルさえもゲームみたいに捉えて一つずつクリアして成長していくことを楽しんでいます。まさに限界突破ですよね。でね、もともと強い人っていうんじゃなくって自分でそういうメンタルを育てているんですね。ではどうやってということですが、こういう人たちは自分の思考を切り替えて自分で自分の気分を盛り上げて困難に立ち向かうための元気玉、つまりエネルギーを自分で作っているんです。そのためにとっても簡単で効果的なのが口癖です。新約聖書に初めに言葉ありきという言葉がありますが、この世は神の言葉から作られたという意味だそうです。また世界のあらゆるものは言葉によってなっているという意味でもあるそうです。言葉は芸術や文化、表現の源であり、そこには無限の宇宙のパワーが秘められています。使う言葉によってね、自分の気持ちが明るくなったり逆に暗くなったりすることって皆さんも日常生活の中で経験していますよね。自分だけでなくって人の使う言葉をね聞いてるだけでも気持ちがどんより重くなったり、こっちまで明るくなったりすることってありますよね。それぐらい言葉の力というのはとっても大きいんです。それが口癖になるとどうなると思いますか？癖というぐらいですから習慣にしてしまうということですね。口癖にするとエネルギーのある言葉を頻繁に耳で聞くことになります。脳科学や認知科学、心理学で言葉が行動に影響を与える効果のことをプライミング効果と言います。最初はただ言葉に出しているだけでも、その言葉による記憶が徐々に脳のプログラムに影響を与えて、あなたが望む方向へと進む手助けをしてくれるということなんです。口癖を変えるだけで思考が変わり、思考が変われば感情が変わります。感情が変われば波動が変わり、口癖が習慣になれば性格までが変わって人生までもが変わっていくということになります。良い口癖、パワーのある口癖を使うことで様々な困難を乗り越えていける強さが身につきます。ということでここからは自分の限界を軽々突破できる人の超パワフルな口癖を9つご紹介します。9というのは完成、そして新たなスタートへ向かう数字と言われていて、とってもパワーが強いんですよ。壁にぶつかって限界を感じた時、もう無理かもって思った時にこの9つの口癖をぜひつぶやいてみてください。ではまず1つ目は面白くなってきた。
大人気アニメのルパン三世、私もね大好きなんですけど、ルパンがピンチになった時に相棒の次元に言った名台詞ですね。さーて面白くなってきやがった。これ本当に最高にかっこいい言葉だって思いませんか？私はね子供の頃からルパン三世が本当に大好きで、この言葉もめっちゃ大好きなんです。ピンチはチャンスって言われますけど、まさにそれですよね。私もね辛い時には心の中で何度もつぶやいていました。こういうタフでしなやかなマインド、常に持っていたいですよね。はい、では2つ目は盛り上がってきた。韓国ドラマとかね、面白いドラマって主人公がありえないぐらいの苦境に立たされますよね。人生をドラマに例えたとしたら、辛い時ほどね一番盛り上がるところなんです。見ている人がねもうハラハラドキドキして手に汗を握ったり、主人公につい感情移入して頑張れってね応援したくなったりしませんか？もうそこからの復活劇なんてまさに神回ですよね。ですから今この辛い時が一番盛り上がってる時なんだ、神様や宇宙からの応援が得られる時なんだって思って、よーし盛り上がってきたぞって言ってみてください。こんなねポジティブな主人公のドラマ、絶対ハッピーエンドに決まってるって思いませんか？なんだかワクワクして続きが楽しみになってきますよね。はい、では3つ目は、これは神様のお試しだ。前々回のこちらの動画で、辛く苦しい時期っていうのは神様の最終試験なんだって言いましたよね。これを乗り越えたら次の新しいステージへステップアップすることができます。ですから困難や壁に行く手を阻まれた時には、これはきっと神様のお試しなんだって心の中でつぶやいたり、口に出して言ってみてください。お試しっていうのはね、超えられないレベルのものはやってきません。神様はねめちゃくちゃド S なんで、これが限界かなっていうギリギリのラインを攻めてくるんです。でもね諦めずに立ち上がろうってする人ちゃんと見ていて、必ず助け舟を出してくれますから、絶対に大丈夫です。はい、では4つ目はやってやる。私もね仕事とか私生活で数々の試練があって、限界や絶望を感じたことが何度もありました。たまにねコメント欄で「お前のなんか全然どん底じゃないぞ」とかってね言ってくる人がいるんですけど、童話で話してないことの方がたくさんありますよ。子供もねいますし、傷つけたくないんでね、もう本当に辛くてもうねなんか生きてるのもやっとでね、でも子供のために絶対に今ここでは死ねないんだって思ってなんとか頑張っていました。そしてねその度に、こんなところで負けてたまるか、息子のためにね何が何でも諦めるわけにはいかない、よしやってやろうじゃんってね、逆に闘志を燃やしたんです。もちろん現実的にね壁を乗り越えるための行動をすることは必要なんですけど、そういう強い言葉で自分をね奮い立たせるからこそ問題に立ち向かうことができるんです。でね、やってやるっていうのはそれを引き受ける覚悟を決める言葉ですから、めちゃくちゃ波動が強いんです。 K1 ファイターとかね、漫画の主人公をイメージして言ってみるのもいいと思います。体の中から力がみなぎってきます。はい、では5つ目は、私はこんなものじゃない。自分で自分のことを信じてあげる言葉ですよね。私はこんなところで負けない、私はまだ諦めてない、こんなところでまだ終われないんだっていうね、不屈の魂を込めて言ってみましょう。私の本当の力はこんなもんじゃないはずだ、私ならきっともっとできる、私にはまだ伸びしろがあるとかね、ざっくり言うとなめんじゃねえぞみたいな感じですかね。自分の本当の力を信じてあげるような自尊心をね表現する言葉で、あなたの魂が目を覚まします。ハートの奥がねキラッと輝いて、シャキッと背筋が伸びるのを感じると思います。はい、では6つ目は、乗り越えた後が楽しみだ。もうすでにねこの難局をクリアしたことをイメージして、この言葉をつぶやいてみましょう。視野をね高く広くして、これが終わったらこういうことがしたいな、未来にはこういう生活が待ってる、この苦しみは必ず乗り越えられるって自分を励ましてください。私もね上京したての時に、息子とオンボロアパートに住んでいた時に、スーパーに置いてある無料のね住宅情報誌を見ながら、きっと私はいつかこういうところに住めるようになるんだ、楽しみだなって自分にね言い聞かせて楽しんでいました。その後ね2回引っ越しましたけど、どんどん住まいがグレードアップしています。
乗り越えた後の幸せな気持ちをもう先に体験する、先取りすることでね、すでに叶った未来の波動とシンクロして引き寄せられるので叶うということです。乗り越えた後が楽しみだって言ってるとね、今の辛さや苦しみもちょっと忘れられるので本当におすすめです。では7つ目は、私は最強、私は無敵。ミセスグリーンアップルの歌でね、Adoさんも歌ってる私は最強っていう歌がありますよね。あと私のね、少し前の動画でもどん底で笑えたら無敵っていう動画を出しています。この最強とか無敵っていう言葉そのものにものすごいパワーがあるんです。ですから辛い時ほどね、私は最強、私は無敵なんだって自分に言い聞かせてください。力がね、奥から湧いてきて目の前の壁を壊す原動力になってくれます。すごいお日様が当たってきましたね。神様も応援してますよ。また辛い時にはパワフルなね、歌詞の曲を聴いたり歌を歌うのも元気が湧いてくるのでおすすめです。私の年代だとね、チャゲ&アスカさんのやーやーやーとかね、ドリカムの何度でもとか、あとビーズのね、ウルトラソウルとかもいいですよね。中島みゆきさんの空船とかも熱いと思いませんか？あとはスーパーフライの魂レボリューション、このタイトルもいいと思いません？でね、私洋楽も大好きなんですけど、ボンジョビのリビングオンナプレイヤーとかね、ジャーニーの Don't Stop Believing とか、クイーンの We Will Rock You とかね、心が折れそうな時にもう一度ね、自分の心を奮い立たせるのにぴったりだと思います。皆さんもね、元気を出したい時のお気に入りの曲ってあると思うんですけど、言霊のパワーがメロディーに乗るとさらにパワフルになりますよね。はい、では8つ目は、私は運がいいからなんとかなる。波動は高さや強さももちろん大事なんですが、この軽さっていうのも大事なんですね。ノリの軽さ、明るさみたいな感じでしょうか。先日亡くなられた西田敏行さんの演じる役みたいな感じでしょうか。私本当にね、大好きな俳優さんでした。たくさんの人に感動を与えて愛されましたよね。まさに最高の波動の方だったなって思います。でね、西田さんというと釣りバカ日誌の浜ちゃんですけど、超ポジティブでね、自分は運がいい、なんとかなるって思ってる人は本当に人生がなんとかなってしまうんです。それが信じられなくても口に出しているだけで、先ほどのプライミング効果で言葉による記憶が思考や行動に影響を与えて、本当に望む現実を引き寄せます。ですから遠慮せずにどんどん行ってみましょう。なんか外でね、子供たちがちょっと歌を歌ってるんで入ってるかもしれないんですけど、気にしないでくださいね。はい、では最後の9番目は、どうせ叶うから大丈夫。夢を叶えるのを邪魔するドリームキラーの動画でもおまじないとしてお伝えしましたね。絶対無理だよ、やめた方がいいよなんてね、願望実現を阻止しようとする周りの人だけでなくって、不安や迷いから自分がドリームキラーになってしまうことがあるというお話をしました。もし壁にぶつかって迷いが出たり、限界を感じて不安になった時には、どうせ叶うんだから大丈夫、どうせうまくいくんだから安心してってね、自分に言ってあげてください。この言葉をね、口癖にしてつぶやきながら、焦らずにリラックスして淡々と目の前のやるべきことを楽しみながらやっていれば、自然に願いが叶う未来へ導かれていきます。はい、ということで9つの口癖をご紹介しました。まさに言霊って感じでね、言葉にエネルギーが宿っているのを感じていただけたかなと思います。どれもね、言葉のエネルギーが強めのものばっかりなので、ちょっと自分には似合わないかな、なんかちょっと苦手意識があるなってね、気遅れしちゃう方もいるかもしれませんね。それでも大丈夫です。ただおまじないみたいに口に出しているだけでも思考とか気分が変わって波動も変わります。ハートの内側がね、ちょっと熱くなってきたなって感じたり、なんかワクワクしてきて全身にパワーがみなぎってきたぞって感じられたら大丈夫です。それでもね、どうしてもこの強めの言葉に抵抗を感じてしまう、自分がパワー負けしちゃうってね、思ってしまう方は次の方法を試してみてください。目を閉じて自分のハートのずっと奥の方にね、小さな子供がいるのをイメージしてみてください。その小さな子はあなたです。膝を抱えて寂しそうに座っていますか？それとも怖がって不安そうな顔をしてますか？
それともなんだかプンプン怒ってるでしょうか。そんなね、小さな小さな戸惑っている自分をギュッて抱きしめながら、先ほどの言葉を励ますような優しい言い方にね変えて言ってみてください。あなたは本当は今の状態が好きじゃないんでしょ。こんなところで終わりたくないのよね。乗り越えた先が楽しみだね。一緒に頑張ろう。〇〇ちゃんは運がいいから絶対大丈夫だよ。なんとかなる。こんな感じでね、言葉の意味は同じでも優しい言い方で言ってあげることで抵抗感が減って同じ効果が得られます。または逆にね、もっと強い口調がお好きな方はさらに強めにアレンジをして自分をより奮い立たせるのもいいと思います。特に男性の方とかはね、俺はまだこんなところで終われねえんだよ、上等だよ、やってやるよとかね、オラオラな感じにしちゃっていいんですよ。自分の気分が上がるような言い方にアレンジするのもおすすめです。またね、恐れとか不安の感情が強い時は大丈夫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 、なんとかなるなんとかなるってね、何度も何度も同じ言葉を繰り返し言うのも効果的です。そして少し落ち着いたところで一回手をと叩いて、よしとかね、よっしゃ、はい、オッケーっていう感じで短く気合を入れるような言葉を言うのもおすすめです。日本にはこうやって手を打って場を締める手締めという風習がありますよね。宴会の最後に一本締めをしたり、神社でも柏手を打ったりしますね。手を打つことで場の空気を一瞬で変えて浄化をすることができます。エネルギー値の高い言葉を普段から使っている人は本当にマインドが強くなって運の方から近づいてくるような強い引き寄せ波動を作ることができます。パワーのある言葉を使っているうちに言葉のエネルギーに影響されて判断や行動までが変わってきます。気持ちが強くなるとね、新しいことにもチャレンジできますから、いつの間にか限界を突破していたなんてことが起こります。波動が強くなることで宇宙ともつながりやすくなりますから、今の壁を乗り越えるサインやヒントがもたらされたり、チャンスが向こうから飛び込んでくることもありますよ。9つの口癖、好きなものをね、いくつか選んでもいいので、ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は軽々と限界突破できる人の超パワフルな口癖9選ということでお話ししてみました。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。保存しておくと後で何度も見られるのでとっても便利です。それではまた次回もお楽しみに。